どうも皆さん、カイトです。バニラ系 2D アクション、グリムガーディアンズ、デーモンパージをご存知でしょうか？こちらは2023年2月23日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速ベテランでノーマルエンドまでクリアしたんですけど、姉妹を切り替えながら悪魔討伐バニアでしたね。まずグリムガーディアンズデーモンパージってなんやねんって方いると思うんですけど、インティクリエイツ様が開発と販売しているシリーズ作品で、2011年1月27日にリリースされたシューティングギャルガン、2015年8月6日にリリースされたガン力シューティングギャルガンダブルピース、2018年3月15日にリリースされた FPS ガン力シューティングギャルガン2、最近リリースされたのが1作目のリマスター版のギャルガンリターンズがリリースされてますね。グリムガーディアンズデーモンパージは2作品目ギャルガンダブルピースのメインヒロインの上園姉妹が主役で、学校が悪魔城に変わり果てた謎を解決するスピンオフ作品です。ギャルガンのキャラが総出演みたいなお祭り感もあるんで、世界観としてはパラレルと思ってもらっていいです。眼力で女性を落としていた元主人公は置いておいて、バニラ要素な見た目のステージ突破型、 2D で細かく表現された女性とアクション動作、姉妹を切り替えながらのマップ踏破は普通に面白かったです。今回はグリムガーディアンズデーモンパージというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、姉妹を切り替えながら突破するバニア系 2D アクションです。メトロイドバニアっぽい雰囲気あるんですけど、マップは階層式のステージ突破型で、スキルがサブウェポンでキャラのレベルの概念はありません。難易度はカジュアル、ベテラン、レジェンドハンターの3つで、ベテランでプレイ。キャラクターは2人で、上園忍と上園マヤの両キャラクターを操作してプレイできます。2人ともプレイングが違い、お姉ちゃんのしのぶちゃんはガンスタイルで、タイマサブマシンガンの遠距離攻撃タイプ、妹のまやちゃんは折り紙スタイルで、折り紙を変形自在に変える近距離攻撃タイプ。ステージや敵に対しての使い分けが重要で、お互いのサブウェポンも違ったスタイルになり、ロケットランチャーをぶっ放したり、折り鶴で足場作ったりとかできちゃう。プライドゲージマックスでめちゃくちゃ派手な奥義とかも打てたりします。ちょっと珍しいんは、両者とも体力ゲージがあり、片方が仮にやられたとしてもゲームオーバーではなくて、中間ポイントから相方なしで進められます。道中で倒れている相方に心肺蘇生したら復活するのでご安心を。ちなみに両方倒れるとコンティニューソウルが消失しますね。ステージはロックマイクスバレのアスレチックが多くて、針の一発ですじゃない分まだマシかなと。敵は悪魔というだけあって、なんかこんなの見たことあるなというのがええやんけと。これが体力ゲージで、これがサブウェポン、これが奥義のプライドゲージで、これがコンティニューソウルですね。基本的にはアスレチックステージを突破しながらボスを撃破して、悪魔クロナにお城の最上階でお灸を据えに奮闘します。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、姉妹切り替えシステム。冒頭でも説明したんですけど、上園姉妹の切り替えシステムが戦闘面で大いに楽しめたかなと。しのぶちゃんのサブマシンガンが安全に遠距離で芝いての突破性と、まやちゃんの折り紙が近接ゴリ押しでの推進力が非常に丸。ガードしてこない敵にはサブマシンガンでちまちま倒してからの、ガチガチにシールドかましてくる敵には近接でぶった切るのがいい。また場所によってはグラッピングフックで使っての突破や、折り鶴による足場生成でのダンジョン探索も攻略しがいがあったなと。対ボス戦でもここはまやちゃんの方がええわと思い、切り替えでのボコスカ攻撃当て鬼削りもちょっとは戦略性ありました。サブウェポンの使い分けも要求はされるんですけど、回復アイテムが出る大ぬさが便利すぎた。ローカルだと2人でもプレイできるんですけど、やる人がいねえ。ラスト付近ではロケランぶっ放しが強すぎたがしょうがない。2、ベテランだとボス戦がいい歯応え。正直に言いますと、カジュアルでプレイすると何一つ思んないんで、ベテランが個人的には推奨です。カジュアルは無限コンティニュープラス敵からのダメージでノックバックしないというバランスになるんで、ボス戦でも体力管理しているだけでタコ殴りで勝ててしまいます。ベテランはその逆で回数コンティニューにノックバックありになるんで、ロックマン X みたいな仕様です。いや、キャッスルバニア通常仕様か。このノックバックありになった瞬間に緊張感が増すんですよね。ボス戦も3ステージ目以降から
初見ではめっちゃ強く感じると思うんですけど、全然勝てます。触手の敵だけなんていうか、そうですか、納得。またループゲームになるので2周目ありきだと思ってください。むしろ2周目からのベテランが本番。ギャルガンはセクシー要素に全振りしたゲームなので、それに合わせて展開になっていくのも興味深かったです。3、クリア時間は8時間。ノーマルエンドのクリア時間は8時間ほどでした。マルチエンド方式になるので、トゥルーエンド、アナザーエンドを含むと3パターンありますが、条件が色々と揃わないと解放できないので、極めたい方は Steam のコミュニティガイドを見て攻略した方が早いです。コンプリート要素に女子生徒を救出するとかアイテム集めとかあるんですけど、メニュー画面では一切確認できないのと、ステージクリア型特有のマップ画面が見れないのが難儀でした。それらを踏まえてノーマルエンドで色々とお腹いっぱい感無量以上になります。バニア系 2D アクション、グリムガーディアンズ、デーモンパージ。可愛い上園姉妹を操作しながらのレトロ感あふれる 2D ドット。フルボイスでありながらラストにかけてのなかなかの歯ごたえ感。良ければ皆さんも悪魔ハンターになって学校を救ってみませんか。きっとギャルガンってなんやねん、でも雰囲気を良さげ、メトロイドバニアちゃうやん、でもバニラ系だけでも好きってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。